モデルは幕内琴栄鵬。出演は床山の床秀樹でございます。お相撲さんのどこが用で惚れた稽古帰りの乱れ髪と粋な言葉を借りるまでもなく、力士の髷は古典的な美しさを見せて今日まで残っております。ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして、大いちょうを言うにあたって何よりもこの癖直しを入念に行いませんと後で鬢がきれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えてまっすぐにするために、髪の毛に少々水をつけ、よく揉んで一時的に柔らかくほぐし、まっすぐの髪の毛に直します。力士の髪型には昔、大いちょう、櫓落とし、振り曲げ、昆虫尾などの曲げがありましたが、現在ではちょん曲げと大いちょう曲げの2つだけでございます。お相撲さんは普段頭の上にちょこんと曲げているちょん曲げですが、重量以上の関取になりますと、土俵入りや取り組みの時には大いちょうで土俵に上がります。お相撲さんが入門しますと、誰もが一日も早くこの大いちょうを入れるのを楽しみに毎日激しい稽古をしております。床山さんの手元をご覧ください。突き油を手のひらで伸ばしております。それを髪の毛にまんべんなくつけてほつれ毛をなくすようにしております。次に突き油をつけた髪の毛に粗串をかけます。今度はすき串で丁寧に髪をすいております。このすき串をかきますと、髪の毛に艶が出て、髪はカラスの濡れば色というような艶のある色になります。力士の髷を結う人を床山と言います。床山さんになりまして、ちょんまげを結うのに2年から3年、この大いちょうを結えるようになるには5年から10年はかかると言われております。また床山さんもこの大いちょうが立派に結えるようになりますと一人前と言われております。次に揃え串を使って根揃いをいたします。この根揃いは大いちょうの中心点を決める大事な串掛けでございまして、大いちょうを結う髪の長さは約40センチから45センチがいいと言われております。床山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元結といって、昔はご婦人の日本髪によく使われておりました。元結は紙でできておりますが、大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しい当たりでたまに切れることもあります。この元結は1日に2000本から3000本ほど使われており、1年間では約80万本ほど使われております。
曲げの真ん中を持ち、髪を少し下ろして曲げ棒で左右の輪を出します。床山さんは各関取の頭の大きさ、顔の形、髪の癖とつむじに合わせてその人に合った大いちょうを結い上げます。現在相撲協会には床山さんが約50名おり、力士は序ノ口から横綱まで約600名おります。その力士たちが毎日稽古上がりに床山さんに髪を結ってもらいます。ここで先縛りで仮止めをいたします。平らになったところに曲げ棒を横にして使い、曲げを前に倒し、元結いで上の髪を留めます。揃え節で曲げをまとめ、ちょんまげの履き先を握りばさみできれいに切り揃えます。床山さんが使っております道具には、櫛、曲げ棒、元結い、握りばさみ、先縛りがございまして、この道具だけで見事な大いちょうを結い上げます。先ほどから使っております櫛には、荒櫛、揃え櫛、突き櫛、前かきと4つございますが、いずれも全部杉でできております。これはプラスチックなどの櫛ですと、付け油をつけた髪の毛には10センチもすくことができません。ですから床山さんはこの柘植の櫛を非常に大切に扱います。この頃は柘植の櫛をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、大変高価なもので1本5万円もするそうでございます。床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は千枚同士によく似ておりますが、畳針を改造して鉄より硬い材質でできており、床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒でございます。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。この大いちょうを結うのに約20分くらいかかりますが、
この間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております。力士が髷を結うのは髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちた時に頭を保護するためにもなります。大きく開いた鬢と曲げの根元、それに竹先の3つがイチョウの葉によく似ているところからこの曲げが大イチョウと名付けられました。ご覧ください。立派な大イチョウが出来上がりました。モデルは幕内琴恵峰、出演は床山の床響でした。以上、大イチョウが出来上がるまでを